はい、皆さんこんにちは、あずです。旅とランニングを楽しみながらフルマラソンサブ 3.5 に挑戦しています。今日はですね、真夏のロング走を行っていきます。着きました。懐かしの最古です。今日は電車で来てまして、最寄りの駅は、西浦和です。歩いてね2キロぐらいです。都心からも、1時間ぐらいあれば来れると思うので、都心でね混雑しながら走るよりはすごくね走りやすいところだと思います。バーベキューゾーンがあってね、なかなかファミリーで楽しめる公園です。でここがですね1周 4.8 キロほどありまして、あと一番ね奥の方に秋ヶ瀬公園っていうところを入れると多分 7,8 キロになると思うので、今日はそこをね周回していこうと思います。で今日はですね富士登山競争がもう今週控えてまして、中5日になるので、疲れを残さないようにやろうと思います。ただですね、北海道マラソンももうすぐ1ヶ月ということで、距離は踏んでいかないとというところなんですよね。なんですが、当日のねコンディション重視で、今日は走っていこうと思います。去年もね同じ日に20キロのロング走をしてまして、この動画を出してたんですけれど、その日もね暑すぎて結局3本の分割走でなんとか走り終えたという感じでした。なので今日もねどうしようかなということで、2本に分けるか、やれる範囲で頑張ろうと思います。ドリンクはねもう今日自分でお砂糖と塩入れて作ってきました。502本です。ちょっとね暑さ対策でこのクーリングタオルを巻いています。であと今日もクースポのこの心拍計をつけています。そしてこれはパーゴワークスのウエストポーチをつけています。これもねちょっといろいろ今使ってみてます。はい、それでは用意スタート。結構普段皆さん一人で練習頑張っている方が多いと思いますが、今日私も一人で練習頑張ります。1キロ6分09。このコースはね2箇所だけちょっと上りがあります。心拍が168。坂は3箇所あるね。そこも結構きついんだよね。ここ今2キロ、こうね
ースは6分24ぐらい。まあフルマラソンのマラソンペースよりはもう1分ぐらいは落ちてもしょうがないかなと思います。おお、かっこいいね。うわー、うわー、みんなかっこいいんだ。ここもねちょっと登ってます。ちょっと秋ヶ瀬公園まで持たなそうなんで、やっぱり最後の周回にします。はい、分岐まで戻ってきました。いや、今日はダメだ、厳しいっすね。ちょっとさらにちょっとペース落としてやります。はい、ちょっと暑熱順化を目的としているところもあるので、無理せず安全第一でやります。暑すぎて水が出ました。そしてここが坂です。今日もセーリング出てるね。水門のところちょっと往復坂入ったんで、ちょうど 5.5 キロですね。スタートに戻ってきました。ちょっと暑すぎてやっぱり1回止まっちゃいましたが、再スタートします。よーいスタート。日陰はなんとかなるんだけどね。太陽の下は厳しいね。はい、10キロです。もう全然走れないよ。あと2周ですね。頑張ります。もう機材も熱くなってきて、これもすごい暑いですけど、ちょっと補給しときます。ぬる、味はね美味しいんだけど、酸っぱ、結構美味しくてこれ好きなんだけど、ぬるいね。日中の炎天下の中だと給水が5キロだと私ちょっともったいなそうで、3キロぐらいで給水したくなりますね。北海道マラソン 2.5 キロ大きいぐらいだったかな。でも1箇所確か4キロぐらい区間が空くところがあった気がするんで、そういうところだと自分でちょっと補給持っとくと安心ですね。これモンベルのクーリングタオルかぶってて、首に巻くよりかぶった方が涼しいことに気づきました。富士登山競争の方はね、もう平等頼りでもう何も持たずに行こうと思います。はい、
114.89 戻ってきました。はい、水をかぶってあと一周頑張ります。暑い。いやー、今日はちょっと暑すぎたね。はい、ラスト一周よーいスタート。さあ、最後の坂です。しっかり上がっていきましょう。18.9 スタート地点に戻ってきました。あとね800、ちょっとこの木陰ゾーンを往復して20に合わせようと思います。200、もう水分アラートが、終わったー、終わりました。やばい、7分40だって、かかりすぎだね。お疲れ様でした。暑い。いや、なんか全然思ったようには走れてないけど、まあこんなもんなのかな。いやでもね、ここはサイクリストも多いし、ランナーさんもトボーカーもいて、サッカーやってる子たちもいるしね、みんなこうそれぞれのスポーツを楽しんでやってるから、すごく雰囲気が好きでね、でおかげでね、私はこのコースのおかげでようやくね1年通してランニングの習慣をつけることができました。もうなんだろう、10年ぐらいかな、年1回大会は出てたけど、なかなかねそのランニングの習慣ってつかなくて、やっぱ環境ってすごく大事だなと思います。
はい、結局5キロ前後で4分割して2時間半かけて20キロ走りました。もうなんか途中でこれは意味があるのかとか、8分ぐらいになってくるともう効率が悪すぎてもうやめた方がいいんじゃないかとか思ってしまいますが、でもこうしてカメラがあるっていうことによってなんとか最後まで頑張れました。ありがとうございます。結構その厳しい環境の中で体を動かし続けるっていうことを何回かやったので、あとは早朝の涼しい時間帯とか夕方とか少し距離を短くしてスピード走に寄るとかちょっと考えながらやろうと思います。で今日も絶対暑いと思ったんでザックも背負わなかったんですね。で代わりにこのパーゴワークスの、ポーチをつけてたんですけど、やっぱこれさえもちょっと暑くてね、なかなか厳しかったです。すごくね使いやすくて気に入っておりまして、夫と兼用で使っています。はい、ということで今回は20キロのロング走、分割走で行ってみました。いかがだったでしょうか。もう暑さもね本番で皆様も厳しい環境の中かと思いますが、疲れを残さずに、一緒に練習に取り組んでいきましょう。月末からですね神奈川の方に、移動いたします。なのでこの埼玉のね、動画も最後になるかもしれません。今日最後にですねこの、お気に入りの最後で走れてよかったです。お世話になりましてありがとうございました。今日はね富士山が見えてませんが、奥にねあります。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。